伝説の怪物ホオジロザメ。凶暴な危険生物として恐れられる彼ら。しかし本当に凶暴なだけの生き物なのでしょうか。その素顔とは。向かったのは南アフリカ共和国。大陸の南の端、喜望峰の東側、インド洋上の海域です。案内役はこの海で長い間ホオジロザメの研究を続けているシオ・フェレイラさん。ホオジロザメが出没するホットスポットへ向かいます。細長く小さな島ダイヤー島。ここは10万羽以上の海鳥たちの楽園となっています。最も数の多いケープーが6万羽余り。南半球の夏、ちょうど繁殖の時期を迎えていました。ダイヤー島と向かい合う岩礁ギザーロックにひしめき合っていたのは南アフリカオットセイ4万頭を超す大群。ホオジロザメはオットセイを狙ってここに集まってくるといいます。海鳥の楽園ダイヤー島とオットセイの帝国ギザーロック。その間の長さ500メートル、幅200メートルの小さな海峡。ここがホオジロザメのハンティングフィールドです。水深はたった5メートル。案内役のスタッフが魚のすり身を流して嗅覚の鋭いサメをおびき寄せる作戦を取ります。肉の塊も用意しました。しかし絶滅の危機とさえ言われるホオジロザメ、そう簡単に出会えるのでしょうか。その時、巨大な背びれが現れたかと思うと、巨大な口が肉に食らいつき、間違いなくホオジロザメでした。伝説の怪物は突然姿を現し、そして消えていきました。取材班は小型カメラをポールの先に取り付けて待つことにしました。魚のすり身を巻くと早速小魚たちが集まってきます。とその時、小魚たちが一斉に画面の中から消え、ホオジロザメが突っ込んできました。無駄をそぎ落とした流線形の体が悠然と泳ぎ回っています。ボートからロープで垂らした肉を自分の獲物にふさわしいかどうか品定めをしているようです。ボートの下もある。鋭い歯が獲物に突き刺さり、激しく全身を使って肉を引きちぎります。体長4メートルから5メートル、体重およそ1トン、凄まじい迫力です。放っておけばエンジンを切ったボートごと引っ張っていくでしょう。スタッフは必死にロープを引き寄せています。サメは獲物を食いちぎって去っていきました。そしてこのサメが消えると、まるで順番を待っていたかのように次のサメがやってきます。
今度はいきなり肉に噛みついてきます。ボートのスタッフがロープを力いっぱい引き寄せます。Lovely, keep in there. Pull it, boy! Pull it, boy! Don't even get the bait down. カメラは激しい格闘の中で興味深い瞬間を捉えていました。水面から顔を上げた瞬間、サメの眼球がひっくり返ったのです。目玉がくるりと内側に回り、白目だけが表に出ています。これは目の大切な部分が傷つくのを防ぐため。実際オットセイのような獲物は鋭い爪や歯を持っているので、ハンターも逆襲されることがあるのです。伝説の怪物と言われるホウジロザメ。この激しさゆえに彼らは人間の手により絶滅の淵まで追い込まれてしまいました。しかしホウジロザメは本当に凶暴なだけの捕食者なのでしょうか。ホウジロザメの本当の姿を知り、それを人々に伝えるため取材班を案内した研究グループは一頭一頭に標識をつけて調査を続けています。個体識別をすることで生息数や行動範囲などが分かるだけでなく、サメそれぞれに個性があることが分かってきたといいます。例えばこの個体は妙に慣れ慣れしくボートから離れようとしません。まるで私たちとの綱引きを楽しんでいるかのようです。エンジンに向かって一直線。猪突猛進型のこのサメは餌を取り損なうドジなやつ。水面に浮かんだ段ボールの切れ端をおもちゃにする遊び好きもいます。ホウジロザメは凶暴なだけの血に飢えた悪魔ではありませんでした。そこには私たち人間のように血の通った動物の個性豊かな素顔がありました。この地球上にいなくなって構わない動物など一種類もいません。彼らが優雅に海を泳ぐ美しい姿がいつまでも失われないことを願わずにいられません。